ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風真っ白アカペラバージョン。こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ、なぜ鶴さん序盤からニヤニヤしてんだろうっていうふうに思いましたよね、多分皆さん。今、藤井さんの真っ白のアカペラバージョンの歌声分析を撮り終わったばかりなんですよ。毎回僕はね、歌声分析終わった後にあらすじを皆さんに紹介したくて、オープニングは一番最後に撮るようにしてるんですけど、いや、本当にね、楽しかったんですよ、僕はね、ボイストレーナーっていうよりは僕の中では歌声分析マニアだっていうふうに思っているので、いや今回はね、藤井さんの歌声を 120% 堪能できるようなアレンジじゃないですか。いや本当にね、楽しかったです。で、今月はですね、藤井風歌声分析強化月間ということでですね、この動画で第6弾です。第6弾にしてようやくね、素が出せるようになってきたかなっていうふうに思うんですよね。だからね、これからはどんどんこうテンションが高い鶴さんを皆さんにお見せできるかなっていうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今回歌声分析したんですけど、いや、藤井さんのコーラス知識の豊富さにびっくりしました。歌声の知識だったり、作曲の知識、音楽知識が豊富なのは知ってはいたんですけれども、まさかコーラスまであそこまで知識が深くて技術もハイレベルだっていうふうには思っていなかったので、今回はね、めちゃくちゃ感動しましたし、めちゃくちゃテンションが上がってしまいました。オープニングのね、ニヤニヤを見ればわかると思うんですけどね、この辺は。そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風真っ白歌声分析 GO!なるほどね。そういう感じ？少しずつ藤井さんの声が重なっていく感じですか？これは。いいですね。で、ここの藤井さんの声の音質なんですけど、この声はレコーディングをしたそのままの声を使っています。で、普通だったらレコーディングをした後の声に残響成分であるリバーブっていうものと山彦成分であるディレイっていうものを声に足した状態で音源にするんですよね。で、残響成分と山彦成分ってこれなんでつけるかって言ったら、自然な雰囲気をですね、作るために音に乗せるんですよ。なんでわざわざそんなことするんだっていうふうにも思いますよね。レコーディングブースっていうのは防音です。中に入ると音の反響が何もないんですよ。そこでレコーディングされた声っていうのは、そのまま反響が何もない状態。言ってしまえばちょっと違和感があるような音質になるんですね。そこに対して人工的に自然な雰囲気を作るための作業が先ほど言ったリバーブっていうものとディレイっていうものを音に足すっていう作業なんです。でも今の藤井さんの声はレコーディングした声をそのまま使ってるんですよね。ありのままの藤井さんの声です。なかなか聞けないですよね。もう一回聞いてみましょう。で、多分イヤホンとかで聞いた方が先ほど言った藤井さんの声のありのままの魅力っていうところを感じやすいと思うので、ぜひやってみてください。ていうかもうみんなやってるかな、イヤホンでね。聞くっていうのは。なんたってアカペラですもんね。やっぱり藤井さんの声を近くで感じたいですよね。次いきますよ。
いやいやいや、すごい難しいハーモニーですね、これは。音が取りづらそうですね。思わずすごすぎて笑ってしまいましたけど。いやー、やっぱり音楽理論の知識が半端ないんですよ、藤井さんは。ジャズとかで使われるような音の流れなんですよね。音楽の中でジャズっていうのは一番難しい音楽ジャンルだっていう風に言われているんですけど、何が難しいかっていうと、やっぱり音の流れなんですよね。すごく頭を使う音楽というか、僕ジャズ聴くのは好きなんですけど、やっぱり自分で演奏とか歌うってなると自信ないんですよ。それぐらいね、僕の中ではジャズってレベルの高い音楽だっていうふうに思っているんですけど、今のポイントはジャズの雰囲気を感じますね。次行きますよ。すごくいい声。この声はですね、言葉だったり声をクリアに聞かせたり、あとは大きさによって声量のコントロールをする口の中の空間、口腔共鳴、ここの響きが強い歌声です。喋り声に雰囲気がすごく近い歌声というか、真っ白なみたいな。僕がやるとこういう感じになるんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごく人間味あふれる声ですよね。次行きますよ。うわ、ここで来るか。すごいね。このハーモニーの広がり方半端ないですよね。そしてすごくおしゃれな音だしね。で、ここハーモニーになるときに、真っ白なーっていう風にしゃくってるところがポイントなんですよ。ハモる直前だったり、ハーモニーの音が変わる瞬間に、クイッとしゃくってあげることによって、その音の切り替わりのポイントに勢いがつくんですよね。例えば、うーとかも、うーっていう風にしゃくってあげると、音の切り替わりがわかりやすいんです。藤井さん今のポイントでそのテクニック使ってるんですけど、いやこれコーラスグループとかやってる人の知識ですよ。知識量半端ないですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。最後のこのバーのところも音は変わってるからしゃくってますよね。こういう風に音の雰囲気が変わるタイミングでクイックイッっていう風にしゃくってあげるのがかっこいいハーモニーを作る一つのポイントなんですけど、いやー感動しましたね僕は。やっぱり高校時代にこういうところを勉強したのかな。コメントで教えていただいたんですけど、合唱部のピアノを弾いていた経験があるんでしたっけ。そこで培った知識かな。何はともあれすごいなっていう風に今思って感動してます。次行きますよ。ちょっとごめんなさい、止めますね。ここでダブルっていう手法でレコーディングがされています。最初からそうだったのかな。ダブルって何かっていうと、2つの同じ音を同時に再生することをダブルって言います。これを使うことによって声の雰囲気にきらびやかさが出てくるんですよね。で、ポイントとしてはメインのメロディーに対してもう一個の方はちょっとだけ音をずらすんですよ。人が聞いてもわからないぐらい。そのちょっとだけずらした状態がですね、きらびやかな雰囲気を作るんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。特に黒なのあたりはそのきらびやかな成分が分かりやすいポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。今のところ分かりやすかったかなっていうふうに思うんですけど、全体的に先ほど言ったダブルのきらびやかな雰囲気出てます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、きらびやかというか透明感があるというか、そんな声になっていたと思います。で、後半は息の音を声に混ぜるウィスパーボイスを使ってフレーズを締めるっていうね。いやー素晴らしいですね。次行きますよ。今のところもそうですよね。またらしい。ここはもうしゃくってしゃくってしゃくってみたいな状態になってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ハモリもシーっていう風なリズムでメインに合わせて歌ってるから、すごいスピード感を感じるポイントですよね。次行きますよ。うわ、裏声。いや、
裏声が美しすぎる。ハーモニーも美しい。裏声も美しい。最高のポイントですね。で、そこから音が下っていくとともに地声に変えていくっていうね。で、フレーズの最後はフォールって言って、音を投げ捨てるようにしてフレーズを締めてるんですよ。もう一回聞いてみましょう。風にまた抱かれた。いやー、最高すぎません藤井さんの声の魅力を 120% 堪能できる楽曲。それが真っ白アカペラバージョンですよね。寝る前に聴きたい。よく寝れそう。そういったマイナスイオンすら感じますよ、僕は。次いきますよ。好きだよ。好きだけど。ここはうっすらなんですけど、オクターブ上で同じ音を歌ってるパートがあるオクターブ関係ですよね。オクターブっていうのは、さっき説明しましたっけ？ドレミファソラシドの下のドと上のドの音関係。なんか説明したような気がするな。編集のタイミングでわかるんですけど、僕は多分このまま使います、ここのシーン。オクターブのフレーズはですね、ここも先ほどのダブルとは違ったきらびやかさだったり透明感が表現されるようなポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。好きだよ、好きだけど。いい。すごくいい。今日なんか僕テンションおかしいですよね。やっぱりアカペラ大好きなんですよ、僕。コーラスグループやってたぐらいですからね。アカペラの曲も何曲もやっていて、本当に大好きなんですよね。だからね、すごい嬉しいんです。テンションが今回はちょっとおかしいのは勘弁してください。本当にね、嬉しい。次いきますよ。ここは藤井さんの声一本なんですね。で、ちょっとだけ鼻の響き、鼻腔共鳴、これを声に乗せていますね。先ほどの口腔共鳴が中心っていうのは変わりないんですけど、そこにプラスアルファで鼻で作った甘い雰囲気を乗せているような歌い方になってます。もう一回聞いてみましょう。で、顔の表情は落ち込んだような感じかな。離れなくちゃみたいな。おそらくこれはね、僕の推測なんで間違っていたら申し訳ないんですけど、藤井さんって結構表情筋を動かして歌うタイプのボーカリストなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。声の感情がものすごく豊かだと思うんですよ、僕は。だからこそストレートに聴いてくれる人たちに歌声の感情が伝わる。そこが最高に素晴らしいっていうふうに思うんですけど、本当に人間味が溢れるボーカリストでありミュージシャンなんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらいね、もう藤井さんを尊敬してるんですよ、僕は。もうね、僕の中では神ですから。本当に藤井さんの音楽に出会えてよかったです。次いきますよ。で、ちょっと音域下がりましたよね。で、ここで胸の響き、胸腔共鳴が歌声に乗ってきています。声の太さだったり、声の音圧を作ったりするポイント。もう一回聞いてみましょう。置いてはさっき言った口と鼻。かなきゃ。この辺で胸の響きが入ってくるっていう感じですね。次いきますよ。好きだよ、知らんけど。で、今、S の発音がすごく強く出ていましたよね。知らんけど。ここで一個強い音、アクセントを入れることによって、好きだよっていうワードと知らんけどっていうワードを2つの意味に分けたんですよね。ここを子音を強くしないと、好きだよ、知らんけど、全部つながって聞こえるじゃないですか。でも、好きだよ、知らんけど、S の子音を強く言うことによって別々に聞こえますよね。こういったテクニックが使われているんですよ。もう一回聞いてみましょう。好きだよ、知らんけど。知らんけどっていうところを言い直すみたいな雰囲気出てると思います。いや、この表現素晴らしいですね。次いきますよ。私たちも。で、ここは全体的に子音を強く言うことによって、ちょっとなんか不機嫌な雰囲気も感じますよね。子音を強く言うとやっぱりワイルドな感じっていうのが出てくるので、ちょっとなんか怒ってんのかなとか、
機嫌が悪いのかなとか、そういった雰囲気も出てると思うんですけど、ちょっとしたね、言葉の発音の仕方を変えるだけで藤井さんの歌声ってここまで感情が豊かに聞こえてくるんですよ。すごい魅力ですよね。もう一回聞いてみましょう。私たちもほら、なんかそういう風に聞こえませんか？いやー、やっぱ感情表現の神なんですよ、藤井さんは。次いきますよ。そんな頃よ。で、なんかここはなんか諦めたのかなとか、呆れたのかなとか、そういう風にね、感じちゃう、僕は。やっぱり声だけだと、藤井さんがここのポイントでこういう気持ちを表現したくて歌っているのかなとか、そういうイメージがしやすいですよね。だからね、僕さっきからすごいテンション上がってるんです。楽しくて。でもあくまで僕の中でのイメージなので、間違ってる可能性もものすごいあります。でも単純に僕はね、藤井さんの歌声ですごく楽しませていただいてますよ。もう一回聞いてみましょう。そんな頃よ。そんな頃よ。のこの最後のね、吐き捨てる感じがなんか呆れてんのかなっていう風にね、想像しちゃってます。次いきますよ。さよならするわ。うわ、なるほど。さよならのあたりからハモってくると思ったら、最後のするわのところだけハモるんですね。やっぱり同じパターンを2回繰り返さない。それが藤井風さんなんですよ。ここものすごいことだと思います、僕は。豊富な音楽知識がないと、このね、アレンジはできませんから。もう一回聞いてみましょう。先にさよならするわ。すごくね、綺麗なハーモニーだしね、ここは2人でハモってるポイントですよね。2人でハモってるポイントにもかかわらず、この美しさ、ものすごいです。次いきますよ。悪いのはそうよ、いつも私でいいの。最後のいいのだけ、メインの藤井さんと1オクターブ上の藤井さんがいるんですよね。ここのポイントだけ3人でハモってるような状態になってます。だから美しいハーモニーと透き通ったような質感。このね、2つを感じれるポイントかなって思います。もう一回聞いてみましょう。悪いのそうよ、いつも私でいいの。ごめんなさい。いつもからオクターブでしたね。ごめんなさい。最後のワンポイントだけじゃなかったです。こう最初は藤井さんのメインのメロディーが一人だけ。そっから今度ハモリが入って、その後にオクターブ上のメインメロディーと同じ音が入るっていう、こうなんか3段階にわたって歌声がこうどんどん増えていくみたいな流れでしたね。次いきますよ。先に進まなければ。そう。これがね、さっき来ると思ったんですよ。進まなからハモったじゃないですか。これが来ると思ったんですけど、最後はね、そこで一回フェイントが入りましたよね。次いきますよ。一回止めますよ。ハーモニーがね、またおしゃれで難しいことになってます。で、全体的になんかこうすごく悲しいような声質を使ってますよね、藤井さん。ここでもやっぱり悲しい表情だったり、口をあまり開かずに歌うっていう風な手法を使ってるんじゃないかなっていう風に推測します。もう一回聞いてみましょう。ゴールできぬゲームみたいな、こんな感じで歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。ここに戻るわけだ。この真っ白なのこの声すごくいいですよね。めちゃくちゃかっこいい。またここもね、航空共鳴中心の歌声なんですけど、この声大好きだな、僕。次いきますよ。心に惹かれ。惹かれ。できない。僕は今ね、できなかったですけど、レのところで、レっていう風にエッジボイス使ってましたね。いや、こういうタイミングでエッジボイス使うって僕初めて聞きましたね。大体がフレーズの頭。で、藤井さんが多いのがフレーズの最後。この2パターンは聞いたことがあったんですけど、フレーズの真ん中でエッジボイス使ってるボーカリスト、さっきも言いましたけど、初めてです、僕。もう一回聞いてみましょう。心に惹かれ。ほらほらほら。惹かれみたいな。今できた。今できました。よかった。このパターン僕、初めて。すごいレア。
いや、なんか嬉しいです。こういう方法もあるんだなと思って。次いきますよ。ここ好き、ここ好き。ここのね、ハーモニー僕大好き。すごく難しいハーモニーなんですよね。一番最初にも言ったと思うんですけど。で、この音の広がりが壮大ですよね。次いきますよ。いい。真っ黒なここね、歌い直すためにしゃくりを2回入れてるんですよね。このしゃくりを2回繰り返すっていうテクニックも藤井さんよく使うかなっていうふうに今思ったんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、これ、今の。真っ黒な2回繰り返すことによって2段階のスピードアップみたいな感じの雰囲気出てますよね。いや、かっこいいね。次いきますよ。いい。追っかけ。こういう風にね、アレンジもまた変わってくるんですよね、藤井さんのアレンジは。で、今のぶち抜かれのぶの子音めちゃくちゃ強かったですよね。ここもやっぱりぶち抜かれっていう言葉にインパクトを持ってきたくて、あえてぶの発音を強く歌ったんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ぶち抜かれみたいな感じになってますよね。いや、藤井さんほんと几帳面な性格なのかな？A 型なのかな？めちゃくちゃ細かいところまで考えてますよね。ワンフレーズの中の子音1個をどう発音するかによって雰囲気が変わってくるから、ここのポイントはこうしようとか、多分そのレベルで藤井さんの中での歌の世界観って組み立ってると思うんですよね、僕。歌を聴いて藤井さんという人間を分析するんだったら僕はすごく几帳面なのかなっていうふうに思います。でもミュージシャンって音楽はめちゃくちゃ几帳面だけど、素が出るとものすごくユニークだっていう人もめちゃくちゃ多いから、一概にね、几帳面っていうふうにも言えないんですけど、次いきますよ。かっこいい。藤井さんが風って言うと、なんかこう、ドキッとしちゃいますね。なんでかはわからないんですけど、藤井さんが自分の名前を歌ってるみたいな、そういう風に感じてしまって。今のところもかっこいいハーモニーのポイントだったじゃないですか。そこで、風っていうワードを持ってくる。超エモいですよね、ここのポイント。次いきますよ。うわ、これいいですよね。今のもフレーズの最後をエッジボイスで締めるっていう風な方法だったんですけど、そのエッジボイスのザラザラ音が長かったじゃないですか。すごく切ないような雰囲気を普段のエッジボイス以上に感じて、わ、これはかっこいい。もう一回聞きますよ、皆さん。ほら。これがいいですよね。いや、本当に今日テンション高いですね、僕はね、歌声マニアなんですよね。もう徹底的に分析したいタイプ。個人的に練習するんだったら僕は息の吸い方から分析します。で、いつも皆さんにお伝えしているように声の響きの割合はどのぐらいなのか。高い音では例えば地声を使っているのか、地声と裏声の中間の声のミックスボイスを使っているのか、ミックスボイスを使っているんだったら裏声と地声の割合は何対何ぐらいなんだろうかっていう、そういうところまでね、分析したいタイプです。だからもう歌声マニアなんですよ。藤井さんの声はね、本当に素晴らしすぎて、僕はね、テンション毎回上がってるんですけど、今回は声オンリーなので、いつも以上にテンションが高いですね。次行きますよ。うわ、かっこいい。そう、こういうハーモニーを僕はやっていたんですよ。とか、そういうやつ。聞く分にもものすごくうっとりするような音の雰囲気が出るんですけど、これね、ハモリがバシッと決まった時って最高に気持ちいいんですよね。もう一回ちょっと聞きましょうよ、皆さん。いいね。3人かな？ 3 人でハモってんのかな？低音部分、中音部分、高音部分。多分三声コーラスだと思います。次いきますよ。いい。そうだね。3人ですね。音の土台となるところと、
音の暗いのか明るいのかって表現する音の人と、あとはハーモニーの広がりを作るところ。多分この3つの声で構成されたハーモニーかなっていうふうに思います。間違ってたらごめんなさい。次いきますよ。いい。わ、これ、ほいほい。ほいほいってなんだ。いや、今日はね、許してください。ちょっと冷静じゃいられないです。今のところ聞きました。おーみたいな感じで、これ滑らかに音が移動することをレガートって言うんですけど、このレガートで音が移動したハーモニーを作ってるんですよね。で、何がすごいのかっていうと、例えばさっき3人でハモってるって言いましたよね。3人が同じタイミングで1人、2人、3人いるじゃないですか。っていう風に同じタイミングで同じ音幅をキープしたまま滑らかに次の音に移動してるんですよね。これがすごくて本当に難しいんですよこれ。一人だったらできます。割と簡単に。でも3パートとも同じ音幅をキープしたままっていう風に下がっていくってこれものすごい難しいですから、もう一回聞いてみましょう。ほら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 、やばいですよこれ。本当にやばいから。多分アカペラグループとかを組んでる人たちで新しい曲を練習するってなってこういったフレーズが出てくると、ここのパートだけでも多分何時間も練習しないと揃わないです。それぐらい難しいポイント。いやーやばいですね。次いきますよ。うい、わかっこいい。いや、ここからアカペラコーラスでの歌が始まるんですね。で、声の質感、ちょっとこもったようなラジオボイスみたいな感じになってますよね。これ前回の死ぬのがいいわでも説明したんですけれども、音質加工がされていて、ディストーションっていう加工がされてます。人工的にちょっとこうビリビリしたようなニュアンスをプラスする音質加工というか、これかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いやたまらない。これはやばいね。めちゃくちゃかっこいいですね。しかもメインメロディースキャットじゃないですか。しっかりとね、チャッチャッチャーっていう風に音を切ることによってリズミカルな雰囲気も表現していますし、わあ、これはね、たまらないですよ、本当に。次いきますよ。最後またここのレガートのところに戻るんだ。で、さっきのチャッチャッチャーのところ、ちょっとクリスマスっぽい雰囲気を感じたんですけど、タイトルも真っ白だし、クリスマスソングなんですかね、この真っ白は。ぜひね、またコメントで教えてください。次いきますよ。うわ、かっこいい。これかっこいい。今変な声出ましたけど、ここに戻るんだけど、バックのサウンドはアカペラコーラスなんですね。うわ、たまらないですね。最高すぎませんか？もう一回聞いてみましょう。追っかけが入ってた。うわ、止めてしまいました。ごめんなさい。いやー、癒されますね。こんなにテンションが上がったのはどのぐらいぶりだろう、僕は。すごい嬉しいですね。最近すごく嫌なことがあって、それですごく落ち込んでいたんですけど、今回の真っ白を聞いてすごく癒されましたね。まだ終わってないですけど、なんか締めにかかったようなことを言ってしまって申し訳ございません。次いきますよ。声の質感がすごく強くなってきましたよね。ここで声を出す方向のイメージを変えたのかなっていうふうに推測します。どういうふうに変えたかっていうと、今までの柔らかい声はどちらかというとこう後ろに引くようなイメージで歌っていたと思います。声を出すイメージを後ろに引くことによってふわっとした声を出しやすい状態になるんですけど、じゃあここではどういうイメージで歌っていたかっていうと、これを前に持ってきたんですよね。前方向に向かって声を飛ばすようなイメージで歌っていたんじゃないかなっていうふうに推測します。前のイメージだと声が強くなって、後ろのイメージだと声が柔らかくなる。こういった性質あります。もう一回聞いてみましょう。
で、声の響きの成分も多少変わったかな。胸の響きと鼻の響きをメインで使った声質にチェンジしてると思います。次いきますよ。ここですごくまた落ち込んだ声ですよね。先に進まなければっていうワードに対して落ち込んだような声をチョイスしてる。先に進むことにプレッシャーを感じてるみたいな気持ちをですね、この声から僕は感じ取ったんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、なんかそんな感じしません？先に進まなければみたいな。辛いのかなとか、苦しいのかなとか、なんかそういう風に僕はね、思ってしまって、ちょっとね、今、目頭がまたね、ジーンとしてきたんですけど。いやー、本当に感動しますね。次いきますよ。ここでもやっぱり悲しそうですよね。声は芯がある感じで強くなってるんですけど、無理やり自分をこう奮い立たせようとしてるみたいな、なんかそういうストーリーなのかな。すいません、これ勝手にね、自分で考察してるだけなんですけど、声の雰囲気だけを聞いて。でもそういう風にイメージを膨らませてくれる表現を藤井さんがしてくれてますよね。これをしているボーカリストが果たして日本に何人いることかっていうふうにね、僕は思うわけですけど、本当に素晴らしいボーカリストです、藤井さんは。次いきますよ。ほら、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 ほら。なのよみたいな感じで、本当に今にも泣き出してしまいそうな声だったじゃないですか。やっぱり苦しいのかなね。ねとか言ってね、無理やり同意を求めようとしてますけど。次いきますよ。わ、なるほどね。ここでまたありのままの藤井さんの声に戻るんですね。真っ白ってそういう意味かな。何も着飾っていない自分の声みたいな。それを表現したくて、このありのままの声質、チョイスして流してるのかな。なんかそんな気がしてきました。次いきますよ。後ろのはははーっていうのもね、かっこいいですよね。で、今もうフレーズの締めはエッジボイスで締めてるんですよ。もう聞くところいっぱいコーラスだと。楽しいですね。次いきますよ。うわ。やばくないですか？やばくないですかここ。ものすごい熱唱。多分声量もものすごい使ってますよね。感情を 100% 声に乗せてるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ね、やばいですよね。うわー、超かっこいいなー。次いきますよ。はい。いい。この追っかけな感じ、やっぱかっこいいね。真っ黒なみたいな感じ、今フェイクも入ってましたしね。いやー、至れり尽くせりです。次いきますよ。いや、心は、ここのフレーズがすごく和風ですよね。やっぱり一曲にワンポイントは和風を感じるフレーズ使ってますね、藤井さん。なんか嬉しいです。次いきますよ。この辺は1番の表現と同じ感じですよね。もう曲が終盤に向かってる感じかな。残り時間的にもね、なんかそんな感じがするんですけど、次いきますよ。うわうわうわ。あ、今のこの高い音、これミックスボイスですね。裏声成分が多いミックスボイス。でも音質的になんかトランペットみたいな音色を意識して表現したんじゃないかなっていうふうに僕思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。こっからは違いますけど、なるほどね、ここはメインメロディーがあって、上でフェイクがこう流れてるみたいなポイントなんだ。これで最後までいくのかな？ R&B 的なね、盛り上がるアレンジですよね。次いきますよ。かっこいいかっこいい。やっぱりなんか、
トランペットとかサックスを意識したようなフレージングかなっていうふうに思います。なんかコメントで藤井さんはサックスも吹けますよみたいなことを教えてもらったんですけど、やっぱりその知識をフェイクで使ってんのかなっていうふうにね、僕思うんですよね。歌だけやってる人のフレージングじゃないっていう感じです。音の流れがね。次いきますよ。いろんな音が重なってきてますね、最後。でもどことなく物悲しい感じ。なんか終わりに向かってる雰囲気しますね。寂しい。次いきますよ。いや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 、これフェイク。自由すぎるでしょう、いい意味で。もう本当にね、好きな感じで歌ってるっていう感じだと思います。もう藤井さんも楽しんでフェイク歌ってんじゃないかな、この辺は。続きいきますよ。あ、終わりか。あ、なるほど。で、今のところ、さっき言ったディレイっていうやまびこ成分の加工の音が残ってるので、そこちょっと聞いてみましょうか。ほらほらほら。イエーイみたいな感じになってますよね。これがね、ディレイです。いや、最後はこうやって終わるんですね。もうね、ほんと最高でしたよ。以上、藤井風真っ白アカペラバージョン歌声分析はここで終了です。いや、最高でしたね、皆さん。めちゃくちゃ楽しかったです。僕だけ楽しんでしまったんじゃないかっていう風に途中で心配になるぐらい楽しんで今回はですね、歌声分析、そしてコーラス分析もね、やってみましたけどいかがでしたでしょうか。いや、本当に藤井さんの音楽知識、限界が見えないなっていうふうに思います。本当に幅広いジャンルの音楽を知識として頭の中に入れてるんだろうなっていうふうに思いました。で、まさかコーラスの知識もここまで深いとは僕は思っていなかったので、すっごい感動してますし、めちゃくちゃ嬉しいですね。いや、本当にね、テンションを上げさせていただきました。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。